あ、どうもどうも。お元気ですか皆さん。この間ですね、カリカリチキンステーキ、見ていただいてありがとうございます。その中の、この私のですね、チキンは裏切らない言葉。非常にコメントで、あれは名言じゃないのかというコメントたくさんいただきまして、若干有頂天になっております。これもシリーズ化しようと。早速、チキンは裏切らないシリーズ第2弾やりたいと思います。フライパン一つで超簡単にできるタンドリーチキンをご紹介したいと思います。今日はね、もう、もも肉と胸肉ダブルで使おうかなと。この部位2つ使おうかなと思います。ね、これもありかなと思います。全然ももだけでも胸だけでもいいですけどもね。だからまあ、前で言うと、胸はここですよね。で、ももは、この辺ですか。だいたいこの辺のもの。今回本当にお手軽にできるので、ちょっと見ていただきたい。まず、フライパンでジューシーにやるにはサイズ感が大事。大きめに切ります。これ300g 以上のちょっと大きなもも。4等分。こっちも。だいたい4等分です。こういう風に切ります。サイズ感非常に大事ね、これ。で、ももはね、だいたいどうやっても美味しくできるんですよね。あと胸肉。で、やっぱりこう、厚みのある部分と薄い部分があるので、その辺をちょっと留意して、なんとなく4等分に。で分厚いとこは、少し斜めに切っていただくと、火の通りも均一になるかなと思います。薄い部分は少し大きめに切ります。こういう感じ。4等分。そしてやはり胸は、ももと違って少し、下処理行いますね。なんとなく、ブスッと。味通りを良くします。刺して。で、大事なのは、この包丁の背の部分とかで、叩きます。叩くことで、お肉を柔らかく、味も染み込みやすくします。やっぱりももはね、脂身が多いですし、赤身に対してですね、鶏の。もうジューシーに仕上がるようになってますので、そのまま焼いていただいても全然美味しくできる。ただ胸はこういう少し柔らかくジューシーにするためのアプローチがちょっと必要ですよね。これだけでいいです。で、次はいろいろスパイスだの、調味料をマリネしていくんですけども、はい。ここで、こちらいろいろ材料揃えてますけども、これも本当に常備調味料ほぼなんです。で、これをどんどんあえてマリネしていくんですが、その前に必ずやっていただきたいのが、先にお塩。先にお塩でちょっとしっかりめに味をつけてください。これなぜかというと、後でオリーブオイルなどケチャップなど、ちょっと油分があるものとか、違う素材が入るんですよね。その場合、ちょっと、オイルなどがコーティングしてしまって塩味が入りづらいんです。だから、なんかぼやけた味になってしまうので、先にお塩を入れて、しっかり揉み込んでいただくと。この手順を踏むだけで味の入り具合全然違いますから。生姜のすりおろし。ニンニクのすりおろし。これあんまり入れすぎるとちょっとね、ポテッとした強い味になりすぎるので、僕ちょっとだけ入れます。そしてこれはもう本当に家のスーパーのどこにでもあるカレー粉です。普通のカレー粉、特別なスパイス使いません。で、やっぱりこれケチャップ大事なんですよ。赤い美味しそうな彩りもつきますし、トマトのコク、旨味、酸味、甘み、いろんな部分が入るので、引き立ててくれますね。あと大事なのが、ヨーグルトです。これ普通のヨーグルトでいいです。買ってこないといけないとしたらヨーグルトぐらいかな。朝食べてる人とかはね、ついでに、ヨーグルト余ってるからって使っていただいてもいいと思うんです。
ヨーグルト入るとやっぱりお肉が柔らかくなったりするのかな。あとは非常に味をマイルドに深みのある味にしてくれる。そして最後にオリーブオイル、これでコーティングしますけど、これね油分を最後に入れてください。混ぜた後いきますよ。先にこれらを揉み込んでいきます。しっかりこう揉めば揉むほど、肉の繊維まで味が入っていきますので、しっかり揉み込んでください。でお塩の味が入ったり、ケチャップ、カレー粉が全体的にしっかり馴染んだら、最後これらをコーティングする意味でオイル入れます。最初にオイル入れると他の調味料を弾いてしまうので、これ絶対守ってください。最後に入れることによってジューシーに旨味を閉じ込めてくれます。よし、こういう感じでしっかり混ぜる。 OK。 この状態で上からラップをぴったりしまして、ちょっと置きます。本当にこれびっくりするんですけど、そのまま焼いても美味しいんですが、10分とか15分とかちょっと置いた方がより味が染みると思います。だいたい15分ぐらいかな、経ちました。こんな感じですね。よし、ラップをペラリ。ほら、なんかもうかなりつけた感ありますよね。これはヨーグルト効果ですね。やっぱりオイルとヨーグルトを入れることによってちょっと短時間でしっかり味が入る気がする。焼いていきましょう。もうここにオイル入ってるんですが、少しだけ、フライパンにひっつかない程度にオイルを熱します。ポイントが皮目から下にももも胸も入れていくんですが、皮目ね、冷たいところからいきましょう。なぜかというと、過度な焦げ付きを防ぐというのと、あとはじんわり火を通していって柔らかく仕上げますので、まず冷たいところでフライパンで並べてください。胸、もも、間違えた、反対です。もも、胸、これ分かりやすいようにこっちももゾーンにしましょう。あれこれかなあ、これ胸だ。ちょっと待ってください。叩くとね、よく分かんなくなっちゃう。そう。皮がしっかりついて、一見柔らかく見えるが、もも。1、2、3。あれ ?2、4、6、合ってる、すいません。そう、これ胸。ももね。どっちがこれ、皆さんこれ変にダブルでやると、わけわかんなくなってきますね。大丈夫。ごめんなさい。本当ごめんなさい。OK。最悪やもん。はい。こっちがもも、こっちが胸。で、このボウルに残ったマリネ液は、これ有効活用します。すごく美味しい、ソース代わりになるので、これを、塗っていきます。全体的に、まんべんなく。特に身の方に塗って、身をプロテクトして、ふんわりと仕上げていきます。で、このまま火をつけて中火ぐらいでいいと思います。冷たいところからじんわり温度を上げていって、皮目をこんがりまず焼いていきましょう。ここもポイントです。香ばしさを出すためにしっかり皮目を焼いていってください。どうかな。いい焼き色ついてきましたね。これぐらいこんがりしたらひっくり返していきます。ひっくり返して少し経ったら、ポイントは蒸し焼きですね。このまま、3分ぐらいですね。蒸し焼きにしていきましょうか。
カリカリチキンステーキの時は表面をパリッといただくために蒸し焼きはしなかったんですが、ちょっとやっぱりマリネ液が少し焦げやすいということと、今回はパリパリよりも中のジューシーさを生かしたいので蒸し焼きにして柔らかく仕上げていきます。オープン。ここでこのうまみ汁を軽く飛ばしながら全体に絡めていきます。では盛り付けていきましょう。このやっぱりフライパンで仕上げる良さというとこの照り艶ですよね。非常にこれジューシーに仕上がってんじゃないですか。よいしょ。香りも最高。最後にこの残ったソースをかけて完成といきましょうか。まあ僕あんまり添え物は普段しないんですけど、まあパセリごそっと、レモンとかあってもいいんじゃないですかね。そしてこれ好みなんですけど、完全好みなんですが、ちょっと一味唐辛子的なのをこう大人はかけていただいてもいいんじゃなかろうかということで、はい、これでフライパン一つで超簡単タンドリーチキンの完成です。それではいただきます。照りつやからうまそうです。まあ普通にじゃあももからいこうかな。ももね。もうフォークの入りが非常に柔らかくジューシー。いただきます。15分だけではないこれ。しっかり味染みてます。うまっ。ご飯が進むタンドリーチキンです、これ。うまい。皮もしっかりこんがりしてるので香ばしさもプラスね。で、胸なんですよ。胸肉。次ね。で、実はアジアとかインドでは皆さん胸肉の方を召し上がるんですよね。うまく料理すると胸も本当に美味しいわけですよ。確かめます。柔らか。柔らか。これね、うまく調理すると胸の方が柔らかくなるんですね、これ。今回はしっかりフォークで刺してマリネ液を染み込ませて叩いた。で蒸し焼きにすることによって非常にジューシーです。これ僕ね、食べていただいたら胸の方が好きっていう方多いかもしれないですね。美味しい。他のケチャップであったりヨーグルトが非常に味をマイルドにしてくれてるので、子供も食べれるので家族全員楽しめると思います。そして今回はご飯に合うタンドリーチキンですけど、やっぱりナンにも合いますよね、当然。そして私美味しいナンのレシピもございますから、ナン作りとかもいいんじゃないですか。それに合わせて美味しいカレーを紹介したりね。楽しみにしていってください。チキンは裏切らないシリーズ、今後も続きます。ご視聴ありがとうございました。またね。